14号、台風14号が発生していますね。琉球国丹の剪定をやっていきます。飛び出しているところだけ切っていきたいと思います。はい、三友です。はい、またですね、台風が発生して、14号、台風14号が発生していますね。今回の台風かなりね、大型で強いようなので、沖縄本島はそこまで影響はないんですが、ちょっとね、風があって少し雨が降るぐらいなんですが、本島の方にやっているようですね。多分縦断していくと思いますので、かなり気圧も低くなっている台風のような台風が通る地域の方々、本当に気をつけてください。このチャンネルはおじいちゃんが生前大切に手入れしてた庭を知識がほとんどない孫が勉強しながら庭いじりしていくチャンネルです。今回は琉球国丹の剪定をやっていきます。この木ですね。でこの琉球国丹っていうのはですね、沖縄では黒木、方言でクルチっていうようなんですが、このクルチをですね、切っていく予定です。雨がこの琉球国丹はですね、三線の竿材としても使われているようです。竿っていうのはこの三線引くやつですね。これの竿の部分ですね。そこで使われるもので最高級の価値があると言われている材質だそうですね。で、ただですね、このクルチ、沖縄県内ではもうほとんどね採取なくなって、この三線を作る職人たちはですね、この材料をフィリピン産などの輸入品に頼っているというのが現状のようです。こういった木あまりもう見かけなくなっているんですかね。ただこの付近ではこのクルチを植えられているような畑みたいなのを見たりしますね。少ないんですね。特徴としては、成長が遅いと昔から、ありますけど、まだもうこの高さで止まってますね。2メートル程度だと2、30年で、大きいものになると100年は超えていると。ただこの木はもう20年以上見てる気がします。多少大きくはなってますけど、そんなに伸びてないですね。で後ろにある木、これはおそらくもしかすると100年は超えてるかもと。結構大きいですね。で今回の、剪定方法なんですが、とりあえずですね、こう丸っぽく形を、シルエットをですね、一つ一つのシルエットを丸っぽく、切っていく予定なので、こういったね出ているところですねをカットしていく予定です。大きめの剪定バサミで切るのではなくて、今回はこの小さいやつですね。でそれでね、カットしていく予定です。このクルチですね、あちこちにありますので、とりあえずまずは練習がてらこちらから、切っていきたいと思います。で今回これ、つけてますが、これGoPro 用のですね。で今回こちらに GoPro つけてちょっとね、切ってるところも、映像を撮っていこうかなと思います。では切っていきます。はい、ここからはい、飛び出しているのを切っていきます。前回ですね、前回というかちょっと前に、隣のおじさんからクルチの切り方、教えてもらいました。教えてもらったといってもですね、簡易的に、こうやって飛び出したところだけ切っていけばいいよというふうに教えてもらったので、今回はこの形はねある程度この丸っぽい感じでできているので、飛び出しているところだけ切っていきたいと思います。このクルチ、だいぶ前から、いつだろう、もう30年ぐらい前からですかね、もっと前かな、35年前ぐらい、引っ越す前の家から、あったクルチなんですけど、あんまり大きさが変わってないような。それともあれかな、自分も一緒に大きくなったから同じぐらいの大きさに感じるのかな。多少は大きくなってるかもしれないんですけどね、30年以上経ってもあんまりサイズが変わらないと。やっぱり成長は遅い木みたいですね。成長が遅いので、こういった庭の木としても使いやすいんですかね。上からね、順序切った方がいいという風な情報も、ネットで探したらあったので、
上からで、あとですね、これバケツの方に入れてますけど、おじいちゃんがねやってた頃はなんか下の方に、何か敷いてですね、ネットを敷いて一気に切ってバーッと下に落として、それから片付けてましたね。ちょっとネット準備するのが面倒だったので、バケツでやってますが、あまり切りすぎないようにやった方がいいですよね。この GoPro もともとね、釣り用として買ったんですけど、毎回ね、釣りに行くときこの GoPro で、胸の方に GoPro つけてね撮影やってますけど、なかなかねいいのが釣れないんですよ。いいのが釣れないっていうか、全然釣れないのでいい絵が撮れないですね。庭いじりにもね使おうと思って買ったので、ようやくこうやって活用できてよかったです。この辺の葉っぱ大きいですね。この辺と比べると、下に行くと大きくなるのかな。ちょっと雨降った後なので足元ね石なんですけど、この草履だと滑りそうですね。怖い。ちょっと次回からちゃんと靴履いてやった方がいいですかね。今まで夕方やることが多かったんですけど、夕方ね草履でやるともう本当に蚊がすごいんですよ。足の周り蚊だらけで刺されまくってかゆいのなんの。多分他の動画でもあると思うんですが、足かきながら撮影してるのもあるかと思います。なので靴下履いて靴を履いてやった方がいいかもしれないですね。これ最後切ったのいつだろう。多分、庭師の方というか木の剪定専門にしてる方にお願いして切ってると思うので、今年切ったのかな、去年かな。錆びてちょっと使いづらいと思ってたんですけど、なんか使ってるうちに切りやすくなってきましたね。剪定バサミとかね、しばらくちょっと野外に放置してたのも結構あるので、結構錆びてきてるんですよ。で、砥石とか使って一応芝刈りの動画でもね、際の部分剪定バサミ、大きなね剪定バサミでやってましたけど、あれもですね結構錆びてて切りづらかったんですね。もうちょっと研いで切れるようにするか、あるいはねマイ剪定バサミっていうのを新しく買った方がいいのかな。道具もですねやっぱりちゃんと買って手入れして、マイ剪定バサミとか持ってるとちょっとモチベーションも上がりそうですよね。ちなみにこれはいつでもね飛び出てるところをね、切れるように庭のね灯籠の中にいつも置いてたんですよ、おじいちゃんが。で毎日こう庭に出てちょっと飛び出てるなっていうところ、このね剪定バサミで切っていました。なんか今回の台風14号本当に急激に発達して、もう過去最大級とか言われてますよね。本島の方々、台風マジで怖いので気をつけてください。本州の方々は多分ね強い風の台風ってあまり経験ないかと思いますが、結構水害はでも多いですよね。雨が降ったりして土砂災害とか、でもそういうのも怖いんですが、沖縄はどちらかというと風の被害が結構すごかったりします。車が横転したりだとか、街路樹が倒れまくったりだとかで、ちょっと大きめのトラックとかだと風に煽られやすいので、結構ね転倒してたりとかっていうのを見かけます。本当怖いです。で、今回の台風なんか最大で910ヘクトパスカルぐらいまで下がってたようですね。今ちょっとどうか分かりませんが、あまりねこの気圧差が激しいとそれだけ暴風も突風もすごいと思うので、本当気をつけてほしいと思います。うちも2階の物置が、結構固定してたんですけどね、もう吹っ飛ばされて完全にボロボロになって飛んでいっちゃいました。あの時はもう恐怖でしたね。本当に台風気をつけてください。でもこの、枝とか見て分かりますかね。
結構苔がいっぱいびっしりとくっついてます。芝生の方ではね結構苦戦した苔なんですけど、この木についてる苔とかっていうのはなんか、趣があっていいですね。雰囲気があるというか、特にこの大きなフルチですね、これとかもすごいんじゃないですか。もうびっしり苔だらけです。上まで。ちょっと機会がある時にゆっくりこれもまた撮影してみたいと思います。綺麗かな、後ろの方は。でちょっと前の方に回って、切っていきます。いろんな撮影方法試していってますけど、どうですかね、こうやって近くでやる作業とか、後から映像を見てどんな感じに映ってるか確認しますけど、ちゃんと撮れてますかね。剪定のやり方とか本当わかんないんで、ぜひ知識のある方、何か、アドバイスがあればぜひよろしくお願いします。でも琉球黒檀ってどうなんですかね。沖縄以外でも生えてますかね。他の地域でも、こういった木の手入れとかやってる方いるんですかね。他にもね庭の木いろいろあるんですけど、ちょっと名前が分からなくて、調べようにも調べられないというか、この木切りたいけどどうやって剪定するんだろうって、思って調べるかと思ったら木の名前分かんないんですよ。調べようがないという。なのでちょっと一度ね庭の木を種類をねいくつか紹介して、名前をねこう特定させていくと、ぜひねその時コメントとかで教えていただけたら助かります。もしかするとねちょっと、初心者なので分かんないですけど、木によって剪定の仕方とかいろいろ癖とかコツとか、あるかと思いますので、ちゃんとですね名前を調べて、でそれから剪定方法も、調べてからですね間違いのないように手入れしていきたいです。もうよろしかったらねコメントなどでアドバイスいただけると助かります。結構ね長くやっていく作業になると思いますので。大丈夫ですかね。切りすぎてないですかね。控えめに切っているつもりではあるんですが、芝生の手入れやってる時ですね、いろいろこう YouTube を調べて、もう芝生の育成の仕方とか苔の除去の仕方、駆除の仕方とか調べてたんですけど、結構ね、芝生に関しては YouTuber というか情報発信されてる方がね結構いらして、芝生すごい人気なんだなって、もう皆さん芝生の手入れ結構やってるんだなと思って見てましたが、こういったね剪定とかっていうのを調べてみてもあまり検索しても出てこないんですね。あまりあれですかね、こう情報発信してる方いないんですかね、剪定に関してはというかこういった剪定、庭の手入れとかおそらく、おじいちゃんの庭っていうぐらいなので、ある程度年齢のいってる方がやるような趣味だと思いますので、そういった方が YouTube 配信というのはなかなか敷居が高いというか、やろうとも思わないというか、それで情報が少ないのかなと思いますけど、たまにね、剪定専門の方が配信してる方もいますけど、こう趣味で私みたいな形で素人が配信してるというのはちょっと見かけないので、同じようにやってる人いるのかなとちょっとね思ってます。あとこういった素人が庭の手入れやる、YouTube チャンネルって需要あるのかなと思いつつもやってますが、少しずつ登録者も増えてきて、この間ね100名も、超えて本当にありがたい話です。今後どこまで伸びるかはちょっと分かんないんですけど、とりあえず庭の手入れやるついでに、YouTube も配信できていければなと、今後もですね、続けていければなと思います。仕事が結構ね忙しくなったりする時期があるので、その時ちょっと庭の手入れができなくなっちゃったり、
放置気味になったりすることがあるんですけど、いやもう心ではね本当にやりたいと思ってるんですよ。庭の手入れやりてーと思いながら仕事やってます。この庭の手入れが仕事になれば一番いいんですけどね。そううまい話はないと。お仕事も頑張りながら、庭いじりも楽しんでいきたいと思います。この辺も葉っぱの大きさ違いますね。大きな葉っぱと小さな葉っぱが混在してます。何なんだろうこの違い。木によって葉っぱが違うっていう風に情報では書いてましたが、一つの木でも葉の大きさ変わったりするんですよね。こうやって剪定してるとクルチってあれですかね、成長止まるんですかね。大きさが昔からそんなに変わってないっていうことは。さあペースを上げていきます。ちょっと GoPro の電池もね心配なので。しかしこのクルチ昔から見てる木なんですけど、まさか三振の材料として使われてるとは思ってもみなかったですね。しかも高級材料らしいです。成長も遅いのでやっぱり希少価値があるんですかね。三振もちょっとやってみたいですね。はい、いかがでしょうか。今まではですねタイムラプスでさっと作業風景を流してたんですけど、今回はですね GoPro を胸につけてちょっとしたおしゃべりをしながらやってみました。試しにやってみたんですがちょっと長くなりすぎちゃいましたかね。今後もですねたまにこうやっておしゃべりしながら作業風景を見せていきたいと思います。終わり。はい、クルチの剪定ですね。終わりました。どうですかね。ある程度ね形ができてたので飛び出してるものを、少しずつ切ってこういった感じに仕上げてみましたが、どうですかね。割といい感じじゃないでしょうか。今見つけた。ここ飛び出してますね。ちょっと後で切っていきます。この庭にはですね、こういったクルチがあちこちにあります。大きいのはあるんですけど、あれ切るの大変そうですね。ちょっと足場がないとダメそうなので、もしかしたら剪定専門の方にお願いするかもしれないです。でそれからね、この辺とかにもこれもクルチですね、たくさんあります。今度は、同じぐらいの高さのですね、クルチをやっていこうかと思います。結構楽しかったですね。ちょっと初めてなので怪我しちゃいました。でそれから今後もですね、いろんな木の剪定をやっていこうと思いますので、他の木のね種類も調べながら剪定をやっていきたいと思います。もちろんね芝生の手入れも引き続きやっていく予定です。はい、この動画がアップされる頃は敬老の日を、予定してますね。毎年ですね敬老の日になるとおじいちゃんおばあちゃんにいろいろプレゼントしてたんですが、写真を送ったりだとか、写真をね2人を撮影して額に入れてプレゼントしたりだとか、それからイラストを描いてプレゼントしたりとかですね、このチャンネルのアイコンにもなってるおじいちゃんの顔がありますよね。あれも敬老の日に私がね描いてプレゼントしたものです。今年はですね、おじいちゃんへのプレゼントというかもうなくなっていないんですが、こうやってねおじいちゃんの残した庭を、手入れして少しずつね、きれいにしていくということが一番のプレゼントになるんじゃないかなと思ってます。もしこの動画が良かったら高評価お願いします。また今後も庭の成長過程を配信していきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録をお願いします。それからコメントの方もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でまた野菜。はい、剪定後のクルチですね。こんな感じに仕上がりました。いかがでしょうか。いい感じにできたかな。この後台風14号、北上して本島縦断の恐れがあるということで、非常にね、
強い台風のようなので、ぜひ、皆さん気をつけてください。